下ろすと、だってもう倒れますよ。バネも外れて、でこれでアクセルが落ちてくる。そしてこれが私が交換したかった白のアクセル。同じ高さでもうこれだけ違って、今日はこれをこっちは2段階調整できるんですよ。この位置とこの位置とっていう感じで2段階で高さを調整できる。はい、どうもこんにちは。右折待ちでいるのにもかかわらず、交差点内で車を塞ぐやつ、本当にルールを分かってない。よろしくお願いします。はい。これまたいたの。バカが。右折待ちでいたんですよ。塞いだんですよ。私の前を。塞いだと思ったら、目だったと思ったら、すぐにこれでさ。いただきますよ。交通法規というのは、ちゃんと遵守して、同時に譲り合い精神というのがあるんで、これを分からない奴は、本当に車乗るなと。私はそういうドライバーを排除したい。そういう人間は日本人じゃない。日本から出てきなさい。ということで、本日はですね、ようやくこちらの NH22S ワゴン R スティングレイリミテッドと違う。テイク2。ワゴン R、テイク3。そうなの。ね、道を塞がれた時点の怒りがまだ残ってる。感情がね。感情をちょっとやめよう。そして、いいですか？そして、こちらの MH22S ワゴン R FTS リミテッド M タオなんですけども、ようやくですね、アクセルシャフトを入れられることになりましたー。イェイ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 。嬉しいでしょ？嬉しいでしょうよ。本日はですね、もう取り付けをどんな感じでやるのか、そして取り付けた後がどんな感じになったのかっていうのが、そこの台所の奥さんのあなたでも分かるようにですね、分かりやすくやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。ということでですね、本日購入したアクセルシャフトはこちら。はい、こちらね、よいしょ。いつもみたいに、とかできないんだけど、こちらですね、中古の加工のされたやつです。でもね、中古って言っても全然綺麗です。リペイントされてるやつなんで、そして可変式アクセルシャフトを購入しました。なので、こちらは取り付けると、40ミリと60ミリの高さを設定してダウンできる。それと同時に、こちらの可変式なので、キャンバーを無段階調整式。レジで、この角度、こういう風についてるんですけど、ここの土台をこうやって斜めにするか、とかっていうのが調整できるよ。0度からマックス12度まで調整できるようになってます。はい。そしてさらに、これつけると、どうしても車高が下がるんで、塔がずれるんですよ。これは、なんか説明書きを見る限りだと、16インチで、フェンダーの面打ち、これぐらいだと思うんだけど、フェンダーにちょっと中入ってるぐらいで、車高をフェンダーと並ぶ、軽く被るぐらいの設定で、塔が0になるように設定するみたいです。一応16インチで。だから私なんか17インチとかだから、ちょっと若干ズレはあると思うんだけども、一応これで、塔も調整してある、アクセルシャフトということで。これタイヤの角度変えるの？若干変わるね。角度、ハの字にするの？でも収まってるから、ハの字にするの？私はできるだけ、あんまりタイヤハの字にしたくないんですよ。できるだけ収まるよ。まっすぐな。あんまりガコンって鬼キャンプしちゃうとやっぱ片手に、私は気になっちゃうんで、やっぱりこれはロングライフで乗りたいなっていう車両でもあるんで、まあ車高を落としたいけども、タイヤなんかも無駄に減らないっていうのをやりたいと思います。で、ゆくゆくこれ、ほら、もう事前に準備してある18インチ。18インチのホイール、もう準備してあるんです。なので、今17インチなんだけども、履けないようだって。履けないんじゃないんです。履かせる。はい。ということで、18インチの 7J のホイールをもうすでに準備してあります。はい。そちらをですね、まあ今後、つけるためにも、このアクセルシャフトが絶対必須となりますので、まずはこのアクセルシャフトをつけたいと思います。ゆくやんさん、今日も雨降ってるけど、急いで作業を終えないと、まぶら光られちゃうんで、はい。頑張って、参りましょう。レッツゴー。そうしましたら、まずはジャッキアップしちゃいます。今日はね、結構大掛かりな作業なんで、ちょっと巻き巻きでね、無駄話はしないよ、無駄話。つけてられないからね。はい、バイクダメだな。危ないよ。紙一重だったな。いや、一重じゃない、もうがっつり。だって当たってんの、ここの、スポンジこれバンパー新しいやつだよ。お前がぶつけたからな。合うな。何やってんだよ、ボケよ。邪魔。忙しいの。邪魔。もう一回よ、邪魔。なんでこいつ。ちょっとね、これ結構ね、ほんと時間かかるんで、やばいんです。悠長にはちょっとやってられない。土下座してんの？土下座してんの？土下座？すいませんでした。リミテッドちゃん、今まで最近触れてなくてすいませんでした。誰触ってたの？誰触ってたんだよ。ラバ。ふざけんなよ。違う、あっちのダブル、ワシベのダブル。こいつか。こちらもね、もう今週には出来上がると思うんで。先々週に今週で聞いたけど、今週はその来週だよ。予定は未定なんだよ。ちょっとね、想定外に、車、ラパ取り行ったりとかあったんで、それでね、ちょっと予定が変わっちゃいました。それで今回は、もう結構下に潜ったりとか、大掛かりな作業なんで、疑似トラックね、使った方がいいと思います。毎回言わないと、わからないどうしようもない視聴者さんもいるんで、言っときますけど、
プロじゃないから、素人だから。うん。プロの映像見たいんだったら、プロの見なさい。はい。以上です。はい。素人がやるだけ。DIY でやるだけ。別に真似しろとも何も言ってない。はい、以上です。俺の議事力だぜ。そう、単なる微暴録。動画の微暴録なだけなんです。はい。ぐずぐず言うぐらいだったら見なきゃいけない。はい。ジジイがどうやってやったかっていうのを忘れないようにするための動画なんです。ボケ防止はい、出て。じなんなんゃあ、下ろすか。はい、お願いします。よし、OK。はい、そしたら次はホイールを外します。これは別にインパクトじゃなくても大丈夫です。ちょっと私は時短で今日は行きたいんで、できるだけ使えるところはインパクトを使おうかなと思ってます。じゃあ、暑いね。脱いじゃうの脱いじゃん。やだよ。暑いと脱いで。お腹周りが気になる落とし頃だから。やってた今回は、これがアクセルシャフトっていうんだけども、これを交換して、これはもう純正はもちろん当然のように、調整機構が何もないんですよ。なので、ここにステーをつけて穴を増やして、ここの位置を40ミリダウンとか60ミリダウンとかで、この位置を上に上げて、上に上げてあげるイコール車高が下がるっていうような感じになります。これをね、交換したいと思います。で、腕のやつちょっと垂れてんだよね。だからちょうどよかったかな。見てんのうん。ちょっとね、ちょっと垂れてるんですよ。アクセルシャフトがね。これをちょっと雪道とか走ったのかなとかもなんとなくちょっと思います。はい。これなんかこの黄色いのつけてる。だからこれつけたの。これをつけたっつってんだよ。金バラだな。で、サイドブレーキ解除します。あ、来た。はい、いける。大丈夫いける。あ、よかった、3時だった。よかった。あ、外そう。そんなもんかな。外れません。びっくりもしないね。じゃあ、それでやるか。よいしょ。それでジャッキのやつ言ってたよ。ん？ジャッキのちょっととりあえずこれで。どんな感じか。いける。お、終わったね。はい。インパクトではダメだったんで、スピナーハンドルで外しました。あれ？わかんない。動かない。なんかあるね。あ、サイド引いてた。サイド引いてたら取れない。サイド引いてたら取れないね。インナーシュがガッて広がって、これを押さえてる。へぇ、後ろなんだ。サイド。そうだよ。基本後ろ。そうなんだ。うん。まあ、車種によって前あるかもしれない。いや、サイドだからこれがサイドブレーキのワイヤーなの。へフットブレーキは油圧でピストンを押してインナーシュを広げてる。で、これはワイヤー、サイドブレーキはワイヤーで引っ張ってインナーシュを広げてブレーキかかる。インナーシュ自体は同じなんだけど、後で開くのわかります。はい、貼っていきましょう。コツはつかんだ。じゃあ、めっちゃ頑張る。バンバンガシガシ。ダメだよ。はい、外れました。はい、こっちの、こっちほらハートになってる。よくわからんけどね。違ったのかな何がハートなの。ね、ハートでもこれはね、起こしづらいカシメだね。そうなんです潰したらね。これ潰すね。いきまーす。いけた。後ろの方が柔らかいんだ。そうみたいだね。詳しくはわからんけど。錆びついてるのかね、前は。まあ、前はハンドルも切るとかっていうのもあるからね。で、外れました。そしたら、パーキングブレーキ、サイドブレーキを解除しましょう。はい。で、外すやつはサイドエースですね。本来は新品買えって言うんで、アンチの人間たちは再利用するなんてクソだと思うとか言うかもしれないけど。外は言ってない。はい。新品を使ってください。あ、来た。すごい。ほら。錆びついてる。レコードついてる。ちょっとインナーシュ削ってたらそれそうなんですよ。はい。取れました。反対も同じように。あ、そこか。なんでじゃん。はい、取れました。知ってたな。そのフライング、もうね。 M さんがちゃんと見てるかどうかをチェックしてたな。じゃあカメラが来る前に、フライングやめて。はい、そしたら、こっちの周り外した方がいいね。たまにこうそうだね。ブレーキ関係も外すんで、これか。うん。これ外れる。これだからサイドブレーキ。こっちでブレーキを押す。これも外さないといかんので。いかんの。あ、違う。ここを緩めよう。これは別にどこするわけじゃないから、とりあえずここを外して、ここのステーキ。あ、つけないとこ。そう、これを緩めて、そして、ここの4本。ここの4本を外すと、これがボロンってくる。そうするとニュートラルな状態になるから。で、ある程度緩めたらサスペンションとかバネとか抜いちゃう。そっちの方に動いた方がいいね。はい、そうします。どっちからじゃあこっちからに反対側ですよ。どこがあるか。そして、まずは、こう外します。ブレーキを。こうやってメリメリやる。横にずらすかな。なんかね、調べたらこれ切っちゃってる人がいたんだけど、切っちゃうと再利用できないの。こうやって外せるんで。そうするとこれがもうフリーになれる。トッパーなんだ。そう。はい、これも外していきます。ABS ですね。ABS ここ。のセンサー。これです。これが ABS です。はい。これのネジを緩めて、緩めで多分抜けるはずだと思います。はい、緩みました。ぐじぐじやってれば、はい、これで抜けます。これが ABS のセンサーです。あ、ついてる。そしてこの缶クリップをラジペンでハサミの引き。はい、取れました。こういう爪でついてるんで、ちょっと潰して、押してって感じだね。抜けば外せるはずで。はい、12で、ここの4本を外します。私もアクセルシャフト交換って初めてだからさ、無知なる体験なんです。ボロリンって取れる。さっきからボロリン好きだね。ボロリンもあるよって昔あったし。これで、ほら、外せるって。そしてあとは、ホースが
短くなっちゃうかもみたいなのがあるらしいんで、私外しちゃおうかな。どうしたの？このブレーキホースを一回抜いちゃう。抜いてんの？後でやめくさいしたいかあとかかってんの？ら。だって踏んでない。だから垂れ流しになるけど、後でまたフルと足したいい話だから。これみんな切っちゃうんだよ、ここ。これだ、ここを切っちゃうから、って言うんだけど、私は切りたくないから。ホースを切っちゃうの？だけど、ここ、通ってるのよ。これ開いてないのよ。穴開いて、そこを通してホースをつけてるから。ああ、なるほど。そうそう、だからみんな切っちゃうんだよ、これ。PNT とかめんどくさいから。そうして。よし。ここはね、あんまりカチャ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 やると、パイプがね、折れちゃうんですよ。うん、だけどちょっと目印。じゃあ見えないやつってんだもんなら。私も見えないんだよ。見えるでしょだから。あれでも。でかくて邪魔なんだよ。じゃあ、足りんだ。顔か白い方。で、こうやって、ここ外すと、それがダダ漏れになるから。私はもうこれでいいんで、後で矢抜きをするんで。これ間違いなしに、フルードがもう全部抜けるんで、この時にブレーキペダルを踏んじゃうと、ABS のユニットの方のフルードも抜けちゃうんで、そうするともう矢抜きがとんでもないことになっちゃうんで、ABS ユニットからのフルードの矢抜きもしなきゃいけなくなっちゃうんで、これになると、普通ではちょっとできなくなるんで、気をつけてください。この配管を、前のカーミーティング前に、コキに貸したの。そうそうそう。そしたら、この律儀でね、中古のを渡したのにもかかわらず、新品を送ってきた。まあ、律儀な子でね。はい、これで外れました。ほら。やっぱワイヤーの外さなきゃダメだね、サイドブレーキ。届かなくなるんで、サイドブレーキの、ここのスケープに外していきます。これ外せば自由帳が広がるんで、もうこれで OK です。で、あとはサスペンションとラテラルドット。これを外します。あとバネ。とりあえず、ナップだけでも緩めとこう。これって見たり、通ったら邪魔だよね。どうしよう。嬉しいだろ。いじってもらえるの嬉しいだろ。ド M の M だ。何もない。親の S だ。はい、今これでナップ外れてます。ボットでくっついてるだけですよ。これ外していいの？今は外さない。今は外さない。あとここのナップもして小島のバカ力で締めたから、そうかな。ここはね、マーブラのヘルプで締めてる。キックだよ。いや、相当辛いんだよ。これは抜いておきます。よし、じゃあ反対行こうか。こちらで。まあ、同様な感じで、周辺のね、ボルトとか外しちゃいます。何気に地味に紹介はしてないんだけど、油の車両、アブソーバーカイバーに使ってます。前後。一応、純正もカイバーなんだけど、これはね、乗り味がね、ちょっと硬いの。私は硬い方が比較的いいんだけど、ABS 外した、ライトも外した。ここ外すんだ。もう今日も作業でギトギトだね、油が。最後、スナップもギトギトだ。それ、自信出していたい。失礼。熟成して。なおに気持ち悪く感じる。ね、外して、そして4本のボルトを外します。スムーズにいくといいんだけどね。いかないの？大体いかないじゃん。エンさんもよくわかってるじゃん。大体なんか壊れてブチ切れて気がして。そう、気を取り直してね。逆切りで。逆切りでもいいんだよ。ブチ切れだよ。逆じゃない、ブチ切れ。正規の切れだよね。自分には怒るよ。人には優しいの。後で動画見ママに言われたの。生前だったママに言われたの。人には優しくしなさいって。母ちゃんの話を出して何でもいいと思って。こんな時でもね、ママに言われた大人になっちゃって。僕、マザコンだったから。マザコンだったら私。人のせいです。人が言ったから。いや、人に感謝しなさいっていいこと言ってるじゃん。あれまで。多いよ、世の中。なんかさ、道教えてあげると、あ、どうも。いやいや、お前それ、感謝の気持ちささらねえだろって言ってるよ。もうね、せっかくいい人がね、いるのにもかかわらず、そういう汚れた人間たちのおかげで、なんか世の中がなんか進んでっちゃうんですよ。そういう民度の低い人間は日本を出てきなさい。海外でも絶対やってる。細かいことやってる時にね、ブチブチ言うのって。言いますよ。それ俺だって、不平不満ぐらいやりますよ。はい、じゃあ外します。はい、外れました。よいしょ。はい、がんね、これ気をつけてください。はい、外れました。これで、そしてまたナットを、ちょっと危ないからね。これで、ボルト抜けないんで、あれでね、あれでします。はい。これでもうスコンって抜いちゃってもいいんだろうけど、ダッキで、このアクセル自体をちょっと上げてあげれば、ゆとり持てるんで、それちょっとやります。多分これでね、もう、はい。並べてみて。反対も外します。ね。簡単。あとこれは、ラテラル外さなきゃ。硬い。いいよ、はっきり言ってる。マブラさん、親の敵のようにとんでもない力でしょ。こっちも外せるかな。いけそうだね。はい、これでいきました。パンプラン。押すと。はい、プラン。ラテラル外さなきゃな。はい、ラテラルです。はい、じゃあ反対です。反対とかもういよいよ真ん中になってくるんですね。ラテラルと。外して、あっち行ったりこっち行ったりでね、こういう両方やる作業をね、道具がちょっと足りない。今ここに入れてる。
そんなのうちには貧乏だからないの。タイヤぐらいつけれるの？タイヤ？タイヤ。キャスター付き。そんなの作れない。忙しいの。どいて。あなたのニャン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 気持ち悪い声で。あー、その顔が言ってんだよ、なんだと。多分こんなの。言ってよ、だから。避けた顔しやがって。そうだよ。なんてこと言うの？たまには閉まってみろよ、顔。しまったわ。閉まったことないわ。あれいつ閉まったお年満食べてるの？あれ、乗っかってないよ、足のとこ。あれ、何がこれ3とかのやつ乗っかってないよ、いいの？何がここのフレームに乗っかってないよ、この子。何がいや、外してなら当たり前じゃん。なんか例が出ていいの？何がよ。赤い三角のやつ乗っかってない。どこによ。このフレームが乗ってないよ。いいの？あっちも乗ってないよ。何言ってんの？そうなの？何やバカじゃねえって言ってんやもん。嘘、ちょっと出て。で、これ、下ろすと、だって、こんなのだし。ほら、バリも外れて、で、あこれでアクセルが落ちてくる。そして、これが私が交換したかった白の。あ、雑なんだけど。はい、これです。これが純正のアクセルシャフトで、ちょっと比較してみようか。ね、みんなお待ちかねでしょ。してないだろうと。はい、ということで今外したんですけれども、これが純正のやつで、何が違うのかっていうと、例えばこれ並べるでしょ。同じ位置に合わせるんですけども、まあ、ここら辺までは同じなんですよ。問題は、まあ、これ見る限りわかると思うんだけども、このアクセルシャフト、アクセルシャフトじゃない、スピンドル。ここにドラムブレーキをガボンとはめるんだけど、これの位置がちょっと違うでしょ。横から見るとわかると思う。こっちからでもこっちから。こうか。そう。違うでしょ。同じ高さでもこれだけ違って、今日はこれをこっちは2段階調整できるんですよ。この位置とこの位置とっていう感じで2段階で高さを調整できる。それと同時に、ここがこうやって噛み合わせになってるんで、ここのボルトを縮めればこっちが上の部分をもっとピーンって倒せるし、これを今みたいに押せばこれが成立に、まっすぐな感じでキャンバー0度で調整できるという感じになって、これを調整式にしてるんですよ。ここが動くの？そうです。それで調整してあげると。これ完璧に固定されちゃってるから何も動かない。これ車高も下げればアームもずれるし、塔もずれるしっていう感じなんで。はい。それでこれをつけるんですけども、これ車検はここに取らなきゃダメです。外さなきゃいけないじゃん。これは私は、これはね、ちょっとね、この動画でやってた、コンキ君にいろいろ知恵をもらって、なんかね、普通だったら、車外のアクセルシャフトを入れたときで、そのアクセルシャフトの共同申請をショップからもらって、それで公認を取るっていう傾向らしいんだけど、今回は、そのアクセルシャフトの共同申請というよりも、車両自体の共同申請の公認を取っちゃう。車両自体？車自体？これがもう新車ですよ。新車の状態からですよみたいな定義して、それで公認を取っちゃうんです。標準装備でしたみたいな。はい、そうです。それで取ってやれば、公認は取れる。ただし、じゃあまた純正に戻しますっていうときは、純正に戻さないとダメなんです。これ純正に戻したら車検は通らなくなっちゃう。また通らない。その車体での公認にしちゃった。はい。なので、もしそれで戻しました、また車検取りますってなったら、私、再度こっちで車検取らなきゃいけないというデメリットなんだけども、これの車体ごとの、車体自体の公認にしちゃえば、わざわざ共同申請だけで3万、4万とか、そういう無駄な額っていうのを取られないで、公認は取れるんです。で、自分でやったらなおさらコストも抑えられるんですね。私は貧乏 YouTuber なんで、それでいこうかなと思ってます。なので、12月の車検の時は、コキ君、また知恵を拝借させてください。よろしくお願いします。ということで、こんな感じで、純正と車外のアクセルシャフトがこんだけ違うということになります。待って。はい。あと4ヶ月で車検じゃん。そうです。やんなくていいじゃん。はい。やんなくていいじゃん。ダンロップやんなくていいじゃん。何を車検まで。だから車検の時に一緒に公認取っちゃった。それでやっちゃうんです。大丈夫です。本当かよ。はい。それで、これからつけるんですけども、やっぱりね、純正のやつは先ほど言った通り、ほら、サビがすごいんですよ。おそらく、まあ、少なからず、円害を受けたのかなと思います。はい。それに対してこっちは、リペイントされてるんで、綺麗なね、アクセルシャフトになりますので。これサビ止めは？塗ってやります。これがサビ止めなんだ。私が塗ったんじゃないこれ。もう買った時から、塗ってやる。これはサビ止めは？まあ、これももともとそうなんだけど、やっぱもう、経年劣化と。風化してあるの？やっぱ、時間経てばね、トイレも傷んでくるから。はい。ということで、これからつけたいと思います。もう一度頑張りましょう。レッツゴー。それプチプチ外さないの？それつけんときはまだ外さない。これでボン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 打ったりとかしたから。まあ、いずれにせよ後でまた打っちゃうんだけどね。これ ABS の配線とか気をつけてください。これで、こっちなかな。はい、これです。こうつけるの？そうだろうね。これがいいだろうね。はい、入りました。で、反対も締めましょう。はい。ちょっと行ってくるわ。はい、ください。まあ、今のところ順調だね。私の体がもう限界に来てる。全然聞こえない。私の体がもう限界です。声張って全然聞こえない。体が限界を。何もしてるじゃん。熱い。まあ、もしはな。汗がすごいの。熱湯風呂？汗がね、いっぱい出てる。よし。よし。はい、入りました。はい。これで？そしたら、どうしようかな。ジャッキャップの？じゃあ、入れとくか。あとね、私やろうと思ったのが、ここが、普通純正のマンプラーがこれついてるんですよ。
ここら辺まで。なんだけど、私ダウンさせてるからカットしてる。なんでそんなことで言うの？ストロークが減っちゃうから、車高下がる。で、下がったのはいいんだけど、やっぱ高速とかでストロークがものすごくズンって沈むときだと、ここのお皿と、ここのお皿が干渉するんですよ。ゴンって。そうなの？そう。だから、富士行くときに、うん。段差が大きいところでゴンって落としたじゃないですか。エムさん、寝れねえって言ってたじゃん。ねあれ、ここが立ってる。いつももしかしてる？そう、あれ、ここがなってる。なので、なんか一緒に、ここグラインドで切っちゃおうかな。ダメじゃない。一応バンパーはこれあるんですよ。だから、この 1.5 センチぐらいをカットすれば、ストローク 1.5 センチ確保できるんで、で、最悪ここにまだお皿がもう一個あるから、切っていいの？車検は？大丈夫。それは特に関係ない。本当に？うん。なので、それをちょっとやろうかなと思います。バンパーバーもまだここまでしっかり刺さってるから、ここの分吸収できるんで、底付きがなくなると思うんで、それでちょっと切っちゃおうかなと思ってます。じゃあ、切りましょいいんですか？はい切った後で後悔ないですか？う。大丈夫だと思います。じゃないの。一応大丈夫だと思います。こいつも。大丈夫だと思います。こっちはもっとよかったんだよ。前切ってない。後ろは切ってない。うん。前はちなみに、前は後ろに合わせて、この動画でやった時のように、この動画の時は、一巻きカットしたじゃないですか。で、この間アクセル入れるっていうので、フロントはさらにプラスアルファ2巻きカット。合計3巻きカットした。だけど、バネは遊んでないんで、大丈夫です。はい。バッチリです。バッチリです。はい。もうしょうがないね。グーってやるのがしょうがない。一番信用できない。まあ、とりあえず、それでちょっとここをね、スタートしたいと思います。はい。はい、じゃあちょっとね、火花が出るんで、M さん危ないんで、ちょっと避難しててください。はで、スキップしましょう。スキップ。はい、で、今とりあえず、これ切ったんで、こうやってね。これを切ったんで。だからしないの。はい、切ったんで、この、バンパーの、上で回ったんだけど、とりあえずこれで、軽くね、作るようにはなったんで、まあ、このままいこうかなと。そして、ちょっとまだ削ったままで荒れてるんで、このベルトサンダーで鳴らそうと思います。はい。ちょっと鳴らして。やっぱね、乗り心地を良くするには、ストロークを増やさないと、乗り心地は良くならない。これで終わりました。そしたら、なんかタッチペンとかで、塗装色、旅防止。シャシブラックとかでシャッて服だけでもいいんだけど、ラパン用のさ、ボディで使われた時の内張り、このタイヤハウス塗る用でさ、このチッピング塗装のやつだったんで、それで。こんなべちゃべちゃするの？これね、塗装がすごい分厚い。はい、こんなんでいいと思います。今、乾杯してる間にね、ちょっと反対側やってみましょう。はい、頑張って。はい。ちょっと熱い。あ、いいよ、時計設定。また？はい、終わりました。そして、これを、この部分の衝撃を干渉できる。ちょっと綺麗に切るか、せっかく外れたから。切っては切るの？このザクザクになってるから。まあ、買わないんだけど、できれば綺麗に切りたい。これでちょっとね、ザクザクについたままで切ってたんで、だからこれを綺麗に、はい。綺麗じゃない。ここも。短くなっちゃうからやめて。まあ、幾分はね。はい。まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。水平はわかるの？まあ、こんな仕上がりなんてって思う人は、新品のやつを買えばいいから。はい、これでできました。そしたらこれを、はい、こここじゃない？ここじゃない、ここじゃない。普通にボンってついただけです。基本は押すしかないから。あとはぶら下がってるだけ。反対側もね。あ、何あったそう。性格悪いな。ああいうノリの悪い人。今、忙しいって言うじゃん。バカね、バカだな。バカじゃねえよ。なんで言ってもわかんねえな、このバカだ。はい、じゃあこっちもね、来ました。はい、これで、先ほどのお皿の分。紛失。これ。まあ、ちょっと変形するんだけど、これの 1.5 センチ分ぐらいのストロークは確保できるんじゃないかなと思います。アクセルをいよいよ、つけます。頑張りましょう。レッツゴー。最初バネだな。バネを切って、間挟みましょう。はい。この溝を合わせて。エムさん、こうやってやっといて。こうやってやって持ってるよ。はい、じゃあ開けます。はい。あ、なんか落ちた。あ、いや、気にしないで。これね。でもできれば。頼むかな。もうちょいあげる、こっちは。そうやる。もうちょい。逆だ。そうかな。今これやって。違うから。これで今、アブソーバーのボルトをつなげて、振ってる状態になります。それと同時に、バネも今一緒につけた感じです。まあ、当然バネの遊びもありますね。ただ先ほど言った通り、このアクセルの、このハブのところの位置が、これは60ミリ、2段階調整40と60で60ミリ上がってる状態になるので、実質車高が6センチです。6センチ下がります。だから、もしかしたらこれ前よか後ろの方が下がっちゃうかもしれない。前も結構下げたんだけど、2巻きカットで4センチぐらいは下がってるから。だから40で合わせた方がいいかもね。とりあえず。ちょっと40で合わせてみるか。マフラーの底知ってる？マフラーは、マフラーはアクセルの上なんで。それあなたが言ってるのはタイヤ止めの話でしょ。タイヤ止めじゃないとこちょっとなんか、やめてくれる下手くそ。下手くそ言うなんだよな。取り付けが下手なんだよ。予測してちゃんとつけてない人が悪いんだよ。予測してつけない人が悪いんだよ。いや、予測して運転しねえのがいけない。知るか。車高下がってるっていう認識があるの。ない。そしてしろから。ちょっとこれだと60ミリになっちゃうんで、40ミリの方に合わせます。それでよくこれ、このボルトなんかは、
これ一見なんか何でもなさそうなんだけど、普通のボルトに感じるんだけど、焼きが入ってるから強度上げてるボルトらしいんで、もし、そう、もし紛失しちゃった時は、これね、ホームセンターとかで売ってるような同じサイズのやつをつけちゃうと折れる可能性あるらしいんで、ちょっと違うんだね。そう、なので気をつけてください。そのままホームセンターとかで売ってるやつを利用しないでください。はい。ちゃんと購入したところなんかでボルトを買った方がいいみたいです。確かに、触った感じ、硬い。強度が違うね。密度重い感じ？あるね。それはすごい感じる。そしてこれを1段下げます。40ミリに変更します。40ミリダウンね。はい、これをここにします。こうやって後ろはバネ以外にもこのアクスルで車高を調整できるという感じになります。軽くね。それでこれも合わせます。こっちのキャンバーのボルトも下の2つあるんで穴が。それも下げるんです。そうです。だからこれバネついてるところでできるのかな。後ろ側取っちゃうのかな。あ、ネジ切りのやつなんだ。うん。ネジ切りじゃないの。頭のない。あ、そうだね。頭ないね。うん。それやりやすいね。そう。うん。そういうとこ行ってるじゃん。いや、でもこれあれだな。先にこっちから刺さないとダメだ。前から刺してもいけるはずだよ。どうせそれ。うん、前からね。でも後ろからでもいけた。前に出っ張ってんだったら前から刺してるんだ。前これ当たるんだよ。だってこれをストップするの。下から。なるほどね。わかんないな。そんなのわかんない。ねえ、に。あれだね。バネにパンチしてる。ダメだ。やっぱこれ横着しないで。なんか。これだけですね。やればよかった。やればよかったね。後ろから出てくる向こうでこれ、ぶれないから。ぶれない。ルーズが下げてる。かっこいいやつ。キャンバーは何度にするかはね、また後ほど合わせたいと思います。キャンバーが。これはロックナットなんです。それでストップする。はい。していただいて、ナットもつけて。ね、これ、台所の奥さんでできそうでしょ。台所の奥さんは何を知ってるの？だから台所の奥さんは日頃ね、すごく努力をされてて、お疲れじゃないですか。お仕事いっぱいされてね。中には共働きでやられてる方でも。それだけども、そんだけ手が込んでる方だったら、へっぽこ親父よりもできますよと。思うでしょ？はい。見て、これ爪が割れてるの。もう台所の奥さん。そうなの。まあ、お前の紹介なんか知らないけど。はい。ということで、ちょっとさっきのとんがったドライバーのこれでとりあえず、ゼロ度で合わせてみたいと思います。まあ、とりあえず軽く本締め。軽く本締めって言ってる時点で軽くじゃないです。はい。ナットをつけて、裏側もね、トレーニングアームの裏側も。あ、そっか、その真ん中に刺した細い頭のないやつネジ。それが奥行きを調整するんだよ。そう、これがキャンバーです。入れてないを。これをこういう風に、このプレート自体ね、どういう風に傾けるかっていうのを調節する。で、押さえていく。はい。ホースをつけて、そして、プレートをかませて。これで固定されました。後で、後ほど配管をね。ね。これがつけるところがあったわ。これをこうつけて。サイドワイヤー足りない？手前に出た方から短くなった。あ、でも、いけました。長くなった。配管を、これ、干渉してるんですよ。だから、あんまりよろしくない。そうと、打ってやると、配管潰れちゃうともう、元も子もないから。いや、怖えな。これでとりあえずちょっと押さえる。これしちゃうとほら、自由度がないから。だからそのままダイレクトで潰れちゃう人も中には。ただちょっと私的にはできればつけたいんだけど。まあ、往生してもちょっと難しいかなと思ったら、外して。ここまでついたじゃん。そして、これだなぁ、確か。真鍮じゃないのこれ。真鍮。だから真鍮なだけに真鍮にやらないとダメだ。ちょっと先閉めようか。ヒューンって閉めたから。さっきの押すの仕返し。押す？何押すの仕返し？ここはもう押すだけだから。スプリングのところ。ここはもう押すだけだから。入れたりしないよ。あんま何言ってんの？だから、じゃあメスはないんだ。だけど、理解できない。俺、バカチンだ。ここは押すだけだからって言ったから。じゃあメスはって言った。なんだ理解できない。今、太陽に集中させてくれる？ほんと。15分だよね、これ。危ないんだよ。なんて大変なことなんだね。とりあえずここで仮止めをして、で、ホースの方ね、ちょっと集中したいと思います。サイドブレーキがやっぱちょっと届いてないね。届かないの？張ってる。届いてるんだけど、張ってる状態。結構きついかなっていう感じ。お前みたいにぶち切れ。でも力あるね。頑張ればどうにかなんじゃない？今まで全部通った動画の中でぶち切れしてるとき。やってるかやっぱり同じくダウンサスのスプリングをつけてるのに、エアのホースでガーってひっくり返ったの、こいつ。エアのホースでひっくり返した？乗っかってる工具とか椅子とか邪魔だからって。わざがくだってやったのを覚えてる。そこだけな。ギリ届きそうなんだけど、ギリ届く。さっきねじっちゃったからね。さっきほら、ホースのステーを外してから緩めちゃったじゃん。だからちょっとねじれちゃったんだね。そうね。だから、それで距離がちょっと稼げないんで、曲げないように、そう。これを土台ごと。そしたら、このホースを、一回、緩めて、フリーな状態で締めておく。ちょっと動けるかな。
それで、この状態で閉めて。これいけそう。あ、入った。オッケー。それで、あとこいつをこうして。しょうが。あ、よかったなって顔さん。いけると思う、これ。ちょっとギリギリなレイアウトだけどね。大丈夫かな。この辺が気になる。まあ、でも一応干渉はしてないから、これストロークするときは、ここもここも一緒に動くから。だから大丈夫だと思う。OK ですね。はい、こっちはとりあえず大丈夫そうです。あと ABS センサー。ABS これつけられるのかな。でもこれについてたと思う。でもあれ、純正も同じだもんね。これつけられちゃうんだ。ここの線も通らないのかな。あ、このボルトが干渉するんだ。それ。でもさ、これ先にこいつを通しちゃえば使えちゃうんじゃない、よく見ると。使えるんだったら使えたもんね。安全第一だからね。あ、やっぱ微妙に入らないな。微妙に干渉する。微妙にね、このアームで干渉しちゃうな。これ先につけたと思う。どうにかこうにかバレアがつけたい。あ、でもホースつなげちゃったからな。あんま寝かせられないな。ちょっと入れてからさ、できない。あ、でもな。足投げからな、これ。無理だ。いや、入ったところで。ここが、干渉しちゃうのやっぱ無理なんだね。ここが干渉し。ここがゴーンと。まっすぐ入れらんない。それは L 字じゃなかったよ。あ、ダメか。ダメだね。ボディがでかい。だからここ、しょうがない。タイルアップでつけるしかない。まあ、いずれにしてもダメです。しょうがないね。これ締めでいいのね。いいんじゃないですか。さっき仮って言ったじゃん。もういいんじゃないわかんない。ラケットで緩められるぐらいだから。絶対ホイールで育ててない。これ出たらどうするの？もう一回外すんでしょ？出たら、キャンバーまた切って、キャンバーを寝かせて、ここの調整してね。それで、対応する。じゃあ、ホースは外さなくてはいいの？ホースはとりあえずは大丈夫。ちょっとここを本日。外れてはいけない部品だ。はい、あとは、これやった。これをとりあえずつけてみて、ここに ABS がガガガガってなって引っかかる。そして、オイルをかまして。それで何倍か。仮ですね。そう。そんなよく倒してる。ちょっとどっか切っちゃう可能性あるけどね。するよ、絶対するよ。出てるよ。じゃあ5ミリ残そうか。5ミリ出てる。こっち中は余裕あるから。じゃあ5ミリ外そう。それぐらいね、いいな。中入った。入ってはいるけど、すぐはすぐ。まあいいや、それでやってみよう。もうちょい中に入れなきゃ。よし、じゃあこれでやっちゃおう。その前に、こいつも本日。これね。これ13だ。いや、あれだね。6で死なないかな。入ったな。なんでこういうところで13とか使うんだろうね。強度の問題でしょ。いや、マジでうるせえ。それだったら14しろよ。そんなこと言われても。どうしても13を使ってます。うるせえ。いや。いい風吹いてきたよ。それどころじゃね全然爽やかじゃん。あ、本当だね。とかないです。はい。ぶっちぎって。そうだよ。ねで1本しまらんぐらい残るの。それだよ。わけねえよ。短期なの。5年期なの。それは短期だね。オッケー。それでいいんじゃないかな。それで、これもう一回ある。まあ、これでナット閉めて、そして、反対。あとついてない。ないよね。このボルトが、最後曲だね。ABS。これがボルト。ここなんか、くくるしかないよね。元の場所に。ね。お帰りしたところね。いいんじゃないはい、ということで、なんとかイライラしながらも、無事アクセルシャフト終わりました。そして、変わったところは当然、ここのアクセルシャフトが変わったんだけども、変わったに伴って、この ABS、インナードラムの中に刺す予定だったんですけれども、まあ当然最初にも商品にも書いてあったんですけども、このステイが干渉することによって刺さらないよというのがありますので、これは今チューブラリーの状態です。なのでおそらく ABS の警告灯がついちゃうと思います。反対も同様についてないので、燃料タンクの横のところにタイルアップでくくりつけてあります。そして、キャンバーは、一応設定ではキャンバーは0度。そしてダウン量は40ミリダウンということで、下側のところにつけました。こちら、これだと60ミリになりますね。で、40ミリダウンの方につけて、そして、セッティングしました。そして、あとラテラルロッドつけて、サスペンションつけて、ホース関係とか、あとブレーキフルードも配管をちょっと曲げたりとかして、純正と同様な感じでつけました。そして、あと、エア抜き。ブレーキフルードのエア抜き。私はホースを外したんで、ブレーキフルードのエア抜きも完了しました。詳しくは、こちらの動画をね、見ていただければと思います。これであとは、ホイールをつけてみて、どんな塩梅か。と、あとはラテラルロッドがズレがあるんであるならば、調整して、それで完了かなと思います。残りはホイールを履かせます。はい、それとですね、一応今ちょっとホイールつけちゃったんですけども、これが先ほどのバンプラバーがついてるところ、ここなんですけども、一応ここにバンプラバーついてるんですけども、ここに本来だったら、このお皿がついてる。ここね。このお皿がついてる。で、これをカットして、だいたい 1.5 センチぐらいかな。1.5 センチぐらいストップしちゃうものを外したんで、1.5 センチぐらいストロークがアップしてるはずです。少しでもストロークを稼げるようになって、この足回りって結構ストロークがないんで、段差つけてた時点で、もうほんとちょこっとしかストロークがなかったんで、結構底付きしちゃう。またはこれがドーンと打ち付けて、すごい不快な音がしちゃうっていうのがあったんで、まあこれやるやらないは、ほんと人それぞれなんで、
なんとも言い難いんです。まあ、プロの方はね、そんなことやらないと思うんですけども、まあ、私は素人なので、まあ、これでストロークを少しでも稼ぎたいという思いで、まあ、これをカットしました。やるやらないは、ご本人次第ですね。トライしていただければ。私はやりました。はい。これでね、アクセルシャフトものすごく綺麗になったんだけども、これで焼き当てれば、少なからずそれなりの傷がつくと。当ていただいたらいいんだけどね。一応ね、これラバーマットはついてます。登録するとこんな感じです。あ、何言ってる？後ろのタイヤ曲がると思ってんだ。バカじゃないの？後ろのタイヤこうやって曲がるの？こうやって曲がるの？後ろのタイヤこうやって曲がると思ってるの？バカじゃないの？後ろのタイヤは曲がります。ただこれだけです。後ろのタイヤってこうやってアームでついてるんですよ。で、これ前からね。前からで後ろのタイヤついてて、アームがこうやってついてるんですよ。ここがホイールついてるってするんじゃないですか。ストロークすると沈むとこうやってなるんですよ。こうやってなるってことは、このホイールの位置を見てて、ホイールの位置が前に動いてるの分かる？上に曲がってるんだけど、前にも移動してるんですよ。だから、ストロークするとホイール自体が前に移動するから、前の方が比較的滑りやすいっていうのはある。それだけなんですけど。はい。まあそんな感じ。後ろタイヤは曲がりますね。後ろタイヤは曲がります。ざま。はい、これで、こういうやつはね、馬を外す。ここのマグラックスタジオって平坦じゃないんですよ。だから、下ろして完璧、平坦の状態での下がり具合かどうかっていうのはちょっと違うと思いますので、とりあえずこんな感じで押しました。こんな感じです。おー、来たね。落ちたね。これ40ミリダウンです。ダウンサスも40ミリダウン。これカットなし。これフロントもっとカットできんね。こっちはどう？あ、これほら、だから傾いてた。そう。多分、前と同じぐらいな感じになると思う。前もだいぶ落ちたでしょ。なので、これを実際走行して、どんな感じかっていうのを、平坦なところで走ってみて、どんな塩梅かっていうのをやってみたいと思います。でも一回さ、平坦なところで転がしたら、まっすぐなる。俺は性格は曲がってるかもしれないけど、やろうって思ってることは一直線なんだよ。うるせえよ、リエテイが食えて曲げるって思ってるバカだよ。もういいから、はい、片付け。はい、ということで、片付けますんで、それまでね、キップしたいと思います。はい、ということでですね、あれから、いろいろと悶着してたんですけども、まず、タイヤの破壊問題が生じたのが、40ミリダウンしたことによって、タイヤがフェンダーに干渉した。そして、ボディのフェンダー側なんかも、ベルトサンダーとかで削ったりとかしたんですけども、できるだけキャンバーつけたくなかったんですけども、残念ながら 3.5 度をつけました。それでも、まだちょっとザッザッとすっちゃう。それでですね、このマグラックスタジオって平坦じゃないんですよ。だから、一生懸命左右、同じ数値で合わせてたんですけども、残念ながら、左右、キャンバー具合が異なってまして、右側のキャンバーはだいぶ寝てて、左側はそんなに寝てないっていう感じで、ちょっとね、キャンバーが左右異なってしまった状況にはなってるんですけども、とりあえず、今回の動画ではここでストップしようかなと思ってます。作業自体はガイドプロの管理も十分できる。できない。大丈夫だ。左右のキャンバーがこんな感じで違います。なので、下がり前も、まあ、キャンバー寝かすとタイヤがすごく被ったように見えるんで、片側だけがやたら下がったようには感じるんですけども、まあ、実際はそんなに変わらないという状況がありまして、もうちょっと下がらないダウンサスがあるんで、それで対応する。前を切って詰めるっていうのもありっちゃありなんですけど、まだ全然遊ばない場面なんで大丈夫なんですけども、これ以上下げると、やっぱりキャンバーだいぶつけないとダメっていうのもあるんで、まあ、ちょっとここら辺はね、またどんどん揉んでって、まあ、カーミーティングまでには間に合わせようかなと思います。はい、もうだいぶ、調整の方でね、取り付けはまあだいぶスムーズにできたんですけども、調整の方でだいぶストレスが溜まりました。はい、もう1日がかりになっちゃったね。ぜひね、これはまあ私、ほら、素人なんで、プロじゃございませんので、オリジナルのね、やり方でやってます。真似するか真似しないか見てる方たち次第なんで、参考になれば、参考になるでいいかなと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンにしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。はい、ということでできました。どうでしょう。はい、どうもこんにちは、マーブラックです。本日はですね、ワランシュレ中で企画のワゴン R、WR が、販売が決まったんですけれども、その中でオプションでですね、ルーフ塗装というのがオーダー入りましたので、そちらのルーフ塗装のですね、作業風景を動画にしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。
れではですね、早速なんですけれども、ちょっとですね、撮影ができていませんで、もうすでにワゴン R の部品を、ルーフ周りを全部取りました。そして、今回はこちらの商品すべてを黒く塗りますということで、こういうパネルなんかもね、全部塗るような感じになります。このルーフを外した工具なんですけれども、工具はですね、こちらの 14mm のラチェットと、プラズドライバー2番ですかね。こちらのドライバーと、あとはおなじみのクリップ外し。こちらの3つの工具で、こちらの全ての部品を外しました。で、ルーフなんかもよく見ると、こういうシミとかね、あるので、購入者さんからオーダーが来たんですけども、大正解かなと思います。詳しい値段につきましてはね、概要欄をご覧いただければと思います。ルーフを塗るに対して使う塗料はこちらです。じゃん。はい。こちらですね、ダイソーさんの60なんですが、実は以前にマーブラ号のリミテッドのルーフ塗装をしてまして、そちらを塗るときにですね、こちらの60が大活躍してくれました。こちらですね。こちらを大体ね、3本から4本ぐらい使うような感じになりますので、そちらでこのルーフのカーペット部分をね、塗りたいと思います。同様に、こちらの樹脂部分に関しましては、脱脂をして、それからですね、艶消しブラックのオーダーで、受けてますので、そちらでですね、塗料をしたいと思います。それではまずは何から始めるかというと、パネル周りの塗装をしちゃいましょうか。こちらのパネル周りの塗装をね、やるに対して、まずは洗浄から行いたいと思います。さあ、ここからいよいよですね、洗浄なんですけども、まずはこちらのスポンジの硬い方で使ってください。硬い方でやると、およそですけどね、800番のペーパーを当てたような状況で線傷を与えられるので、その硬い方のスポンジで洗浄します。同時にこの中性洗剤で洗うことによって、脱脂もできるというダブルの効果がありますのでね、こちらで時間を短縮するために、ちょっとこちらでやりました。それと同時に、結構汚れなんかもついてたので、一石三鳥ぐらいのね、役目があります。そして洗ってると同時に水をですね、これよく洗い落としてください。この泡とかが残ってると、結局ね、泡って結構まとわりつきますので、洗い落としきれてないとその時に影響が出てしまいますので、弾きとかね、そういうのが出てしまいますので、十分乾燥させることを忘れないでくださいね。さあ、そしてですね、どんどん一個一個洗っていくんですけども、何気にね、この脱脂と研磨大変です。はい。そして今度はですね、歯ブラシなんかでこういう詳細の部分、これ今3倍と洗ってるんですけども、そういうのなんかも洗ってます。あとはこのミラーなんかも外したんですけども、すでに蓋の爪が折れてまして、残念な状況となっておりました。ただそれもとりあえずは蓋も外して、ミラーも外して、隅々ね全部塗れるような感じで、やはりなんか蓋開けたら色が塗れてなかったとかっていうのが可能な限りなくしたかったので、一応全部ですねこれを外して塗ってます。さあ、それでミラーもせっかくだったらということで全部脱脂っていうか洗浄ですね。洗浄して洗ってますが、このつり革なんかもね、手垢とかはついてるものも車両によってはあったりとかしますので、そこら辺なんかは抜かりなくね、徹底的にやってます。あとこれせっかくだったら、ルームランプのリフレクターあるじゃないですか。透明なやつ。あれも裏側って結構ですね、汚れてたりとかしますので、あれなんかも歯ブラシで洗うと結構レンズ綺麗になりますよ。これね、意外なおすすめです。これ結構みんなそのままにしてて知らず知らずにこもってたりとかありますので、そこなんかも洗ってあげるとかなりね復活します。復活っていうか透明度がね増しますので、ぜひおすすめです。ゆくゆくはそちらなんかもリフレクターをスモーク塗装とかするのもありかもしれないですね。そして、これはルームランプフロント側ですね。フロント側洗ってるんですけども、今これ筆で、スイッチも洗っちゃってます、私。側だけですけどね。そこら辺なんかも一緒に洗って、とにかく汚れっ気をなくしてます。で、今これルームミラーで、ボールジョイントも外してます。ボールジョイントも外して、ボールジョイントの部分も塗ってます。同時に鏡の部分に関しましては、今回はマスキングにしました。割っちゃいけないんで。で、仮にはみ出て鏡に塗られたとしても、スクレーパーみたいなのだったら鏡なんかは塗ってしまった塗料なんか綺麗に剥がせるっていうのを考えたんで、それであえて今回マスキングにしました。さあ、そしていよいよ筆でですね、今一個一個これ屋根のルーフライニングを押さえるクリップですね。クリップの面が出てる部分を塗装しますので、そこを今一個一個洗ってる状態ですね。地味な作業なんですけども、この地味な作業を一個一個繰り返してやっていくと、全体的にね、ルーフなんかもバッチリと今回は真っ黒にしますので、やっぱね、ルーフが黒ってね、かなり印象変わるんですよ。これ助手席でたまたま乗った人とかだったらあんまり感じないかもしれないんですけど、やっぱ運転席とかって常に見えるじゃないですか、ドライバーからしてみたらね。なのでここがね黒くなるってね、相当印象が変わるんで、私個人としてはものすごくおすすめです。人によってはルーフなんか塗るんじゃねえよとか思う人もいるかもしれないんだけど、私はルーフ塗装はねかなり印象変わるんで大好きなブルーですね。はい、そしてこちらはですね、
エアブロアで全部一個一個乾燥させてます。そろそろ皆さん見飽きたと思うのでスキップしたいと思います。さあ、ようやく洗浄の方が終わりました。まずはですね、こちらのパネルの塗料から始めたいと思います。塗装に関しては缶スプレーで、こちらのラッカースプレー、これをね、使いたいと思います。ここからまずはですね、パネルの塗装を始めました。結構塗るのがこれ持たなきゃいけなかったりとかあるんで、つるっていうのもしたかったんですけども、フックがあんまりないのと、あまりにも数が多すぎるのでつることがしきれないんですよ。なので置いて塗装をしました。主にマスキングとかはないんですけれども、小物の数がとにかく多いんでものすごく大変です。そして今これ塗ってる最中は艶消しありの黒には見えるんですけれども、これ塗って乾くとですね、ものの見事にマットな感じの艶消し黒になりますので、これはね乾ききってないということになります。だいたいこれパネルで全部含めておそらく3度塗りぐらいしましたかね。使った缶スプレーはだいたい3缶から4缶ぐらいを使った感じです。でこれは正直安いです。1缶と確か300円とかそんなもんで買ったやつなんで安いんですけども、何よりこのプランで値段が上がってしまう理由はパネルの脱着と洗浄、これがねとにかく一番大変ですね。それなので値段は上がっちゃうんですけども、やった後の効果はものすごくあります。もうひたすらこういう風にとにかく細かく分解して塗装をしてっていう感じなので、これをね一通りやって残りはね例の墨汁ですよ。あれで最後の塗装をねぜひ見ていただければと思いますので、今これはねようやく大物関係なんかを塗るような感じになってきましたので、もうちょっとって感じですね。これを終えていよいよルーフの塗装に入りたいと思います。では間もなく終わりますのでね、もうしばらくお待ちください。さあ、続いて、いよいよ本題のこちらのルーフをね、塗りたいと思います。こちらのルーフは墨汁で塗りたいと思います。結構ね、墨汁が一番相性いいような気がしますので、ぜひね、塗る様をご覧いただければと思います。はい、ではそのままですね、こちらに墨汁を入れちゃいます。このままです。はい、で1個入れました。では、いよいよやってみたいと思います。塗り幅なんかは50でいいと思います。2回転2回転でいきます。さあようやく本題の墨汁塗装になります。ご覧いただいた通り、これ1瓶目なんですけども、今ちょうど終わります。2瓶目いくんですけども、ご覧の通り一気に色が乗っかるんですね。これ突出量もかなり多いんで、一発でバッと乗っちゃうんですけども、特にムラもなくね綺麗に塗れますんで、これカメラだと結構なんかムラあるように見えるんですけども、実際に塗装して乾いたからっていう感じなんですけども、実際見るとムラはかなりないですね。あとはついでにいつもかぶってる帽子が緑色に変色してしまいましたので、こちらをですね一緒に塗っていきたいと思います。はい、どさくさに紛れて貧乏 YouTuber マーブラックのいつもかぶってる帽子が視聴者の高橋さんに緑色だよって言われて、急遽墨汁で塗りました。おそらくね洗えば多分色落ちたと思うんですけどね。はい、それではですね、1日無事明けまして、塗装の方なんとか完了しました。これからですね、この数々の部品たちを組み付けていきたいと思います。それでは参りましょう。です。さあここからはですね、もう残りは組み付けなので、もうマーブラックのテンションも上げ上げでございます。ただこのルーフはですね、変に無理やり入れ込んだりとか押さえたりとかすると、シワ寄っちゃうとシワが二度と取れなくなっちゃいますんで、これ十分気をつけてください。そしてこの天井を張り終えたら、あとは各部の小物なんかをねいろいろつけていく感じです。このパネルは下側を外さなくて大丈夫です。浮かした状態で間に挟むような感じでやれば綺麗にですねしっかりとはまりますので、付け終えたらシートベルトをつけるという感じです。シートベルトに関してはベルトの部分がね後ほど説明するんですけれども、やはり塗れないんですよね、シートベルトがあるんで。なのでまたこれはねまた後ほど説明したいと思います。同様にルームランプをつけて、ルームランプの縁の部分もね黒く塗ってますんで、統一感がやっぱね全然違います。ルー塗っておいてね、他のパネルなんかが黒じゃなかったりとかすると統一感がないので、とにかくそこは妥協したくないので全部黒に塗り切るということを一切の妥協なくしました。そして今これつり革つけてるんですけど、これつり革はねちなみに全部クリップだけでついてます。なのでネジとか一切ありません。はい、ちょっと油ねテンション高いんでおちゃらけてます。失礼しました。はい、で残りはですねこのつり革をつけて、あとはねこれフロントのサイドパネル関係ですね。あとサンバイザーもありました。
これサンバイザーもネジ1本と、あと奥側のフックのところもクリップだけです。ここのシートベルトのところのサイドパネルはちょっと面倒で下側もずらして、このほらもう真っ黒でしょ、超綺麗になったんですよこれ。あとはこのシートベルトをつけて離していたシートベルト部分ですよね、今グレーですよね。これも後々ブラックにしますんでね、これは取り付けてからになります。はい、で完了です。それからさらにフロントのこの A ピラーのパネルですね。はい、ということでできました。どうでしょう。真っ黒。一応ですね、このリアのランプのところも黒にしたりとか、このパネルもね、真っ黒にしました。いい塩梅でしょ。これ黒好きにはね、たまんないと思いますよ。そして唯一ですね、このインナールーフを塗るに対して唯一塗れないところがあります。それはですね、このシートベルトなんですね。このシートベルトを塗ってあるんですけども、実はここのベルトがどうしても外せないので、当然塗装ができないんですよ。なのでここはですね、なんと奥の手マーブラックマジックで、マーブラックマジックってあれですよ皆さん、マーブラックがマジックペンを持って色を塗りました。はい、いかがでしょう。一応ね、これも真っ黒な感じでは塗れてるんですけども、やはりマジックなんでね、どうしてもちょっとムラができちゃうんですよね。でも一応オーナーさんとも了承の上で、やらさせていただきました。これね、全くマーブラックの所有しているリミテッドと全く同じ仕様です。そしてこのパネルなんかもね、裏側もこの中もね、一応全部真っ黒に塗らせていただきました。はい、このスイッチをね、黒くさせてもらったんで、まあこれでとりあえずね、おじいちゃんが歩いてますけど、とりあえずこれでいいかなと思います。はい、ということで無事インナールーフの塗装が完了しました。パネルもね、含めましてね、パネルなんかも塗れました。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。これがね、まあ人によってはマジックなんてとかすぐ取れちゃうじゃんとか思いがちなのかもしれないんですけども、やはり気持ちがね、乗ってるところの場所が変わるっていうのが一番オーナーさんがね、変化を感じられる場所ですので、まあ、私はそれを変えたかったので、私のリミテッドもインナールーフをね、真っ黒に仕上げましたので、まあ、もしね、興味ある人がいましたら、まあ、やってみるっていうのもありかなと思います。特殊工具も特に必要はありませんので、2番のドライバーと 14mm のソケットレンチがあれば、基本的には全てできますので、まあ、これでね、なんとかやれればいいかなと思いますので、ぜひお試しになってはいかがかなと思います。まあ、それでもできないようであれば、マーブラックスタジオにて持ってきていただければ、作業の方も受け止まりますので、ぜひね、ご検討いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録と、ベルの通知のマークをですね、ちょっと今形だからできないんですけども、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンによろしくお願いします。もう皆さんのおかげで、このマーブラックの作業も順調にね、終わりました。皆さんが見てくれるから、マーブラックもやる気がね、ありますので、今後もぜひともご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。はい、どうもこんにちは。鈴木車に乗ってんにもかかわらず、トヨタの本社はわかるのに、鈴木の本社はわからない。よろしくお願いします。はい。私、わかりません。はい。ということで、本日はですね、この動画で私、ワンオフマフラーを作ったということで、他のユーザーさんにもマフラー作りますよというのをお届けしてたんですけれども、早速ですね、なんと依頼が来ました。ありがとうございます。ということで、本日はワンオフマフラーを作成したいと思います。ワンオフマフラーなんですけども、リアピースの柿本のマフラーなんですけども、その柿本のマフラーのこちらの後ろの部分、こちらの柿本のマフラーなんですけども、ワゴン R ってリアバンパーがグレードによって結構違うじゃないですか。で、それによってこの形状が違ったりとかしますので、グレードによって買わないとマフラーの出口が合わないというのがありますので、依頼者さんが出口が気に食わないということがありますので、依頼者さん通りのマフラーをね、早速作りたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずはその柿本のマフラーのレイアウトがどんな感じになっているかっていうのをお伝えしたいと思います。はい、じゃあこちらがレイアウトなんですけども、こちらのジョイント部分から柿本のマフラーに変わってます。それからこうやってレイアウトが来て、で、ここでこの出口がくっつくと。そして、本来だったらこういう感じでつくんですけども、残念ながらこの出口は WR 用の
マフラーということで、視聴者さんはリミテッドのこのタイプのバンパーなんですね。で、このリミテッドの切り欠きは80パイの径がちょうどあるんですよ。それに対して、この WR 用のは出口が100パイになるということで、ここの部分を作りたいと思います。ちょっとマーブラック本気出しちゃいますよ。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、じゃあまずは、このフランジからのパイプのレイアウトを見て、そして似たような形状のものを作ります。部材は傾向的にはこんな感じかなとか、いろいろあるんですけども、それなんか合わせて作りたいと思います。こんな感じになるのかな。まずはこうやって似たような傾向のやつを持ってきて、ちょっとこれで仮組みをしてみると。こんな感じがいいんだろうね。こんな感じなのかな。出口的にはおそらくこんな感じでいけると思います。視聴者さんはマーブラと同じデザインのマフラーをご希望ということで、もう嬉しいよね。思ってくれるのがね。こういう出口がここで切れてるタイプのマフラーなんかだと、ワンオフって言ってもね、かなり安くできると思います。自分の好みの消音でも選べるし、で、マーブラだったらプロじゃないんで、値段も業者さんと比べると、多分半額ぐらいで収まると思います。ワンオフマフラーのオーダーでも受けたまわりますんで、ちょっと出口気に食わないなって人なんかがいたら、ご相談ください。マーブラック、親身に答えます。おおよそ分かってきたら、これでマーキングをします。大体ここぐらいかな。はい、これで位置が決まったんで、ここで合わせ目をかけます。そして出口80パイなんで、この 50.8 パイから80パイに異形で変換するものもついてますね。こういう風につけるような感じになります。それで考えると、もうちょっと低い方がいいかもしれないな。この状態で点付けしちゃいます。結構ね、80パイだとここギリギリなんですよ。なので、あんまり極端にギリギリ攻めすぎちゃうとバンパーに干渉しちゃうんで、そこを考えて作ります。結構慎重に。とりあえず仮止めしたいと思います。使う溶接はスズキットさんのだいぶ昔の溶接機です。では参ります。強い光に気をつけてください。はい、これで固定されました。これで一回外します。ちょっと今日は作業内容が作業内容なんで、真面目にやります。気がするけどね。はい、それではとりあえず、マフラー取り外したんで、これでね、本付けをしたいと思います。これも強い光ありますんで、十分気をつけてください。いきます。はい、これで一回ワイヤーブラシでキレイにします。熱いんで気をつけてください。これで磨いてみて、溶接面がね、ちゃんとついてるかを確認します。正直溶接面はすごい汚いんですけども、これを後に削り落として、溶接面を目立たなくさせるという手法をします。はい、一応ですね、こんな感じで、一発目の溶接が終わりました。これを一回グラインダーなんかで削って、そして漏れがね、ないようにしていきたいと思います。裏側は今こんな感じになってます。はい、でこれをやります。はい、これでこんだけとりあえず削りました。これを念のためもう一回一周ね、ぐるっと溶接をします。頑張ろう。はい、ここからですね、ちょっと映像が飛んでしまっているのと、音声がないので、アフレコを入れさせていただきたいと思います。これですね、今、フランジ部分の溶接は、とりあえず、この後2回やったんですね。それで溶接の方完了しまして、そして今はですね、異形パイプ、メインパイプが 50.8 パイなんで、出口を80パイに持っていきたいんですね。それなので、この異形パイプの溶接をしていると。もう地味な作業でね、ひたすらバチ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 やってるだけで、見てる方はもう退屈かもしれないんですけども、これやってる方はね、なかなか火がすごいんですよ。そして今これ溶接を終えて、こんだけね、見た目すごく汚いんですけれども、まあアーク溶接だからね、どうしても溶接目っていうのは汚くなっちゃうのと、あとは何より私も溶接のプロではないんで、一応資格はあるんですけどもね、資格持っててもこの程度です。はい。そして今こうやってワイヤーブラシで、まあ取れるスパッタ、まあ飛び子ですよね。火花の飛んだものと、あとは
溶接した際に生じてしまうカスですよね。それを今ワイヤーブラシで削り落として溶接面がどんな感じかっていうのを確認している最中ですね。これでまた穴が開いてたりとか溶接が足りなかったりとかだったらまた追加溶接をするという感じになります。そしてこれからですね、グラインダーで溶接面のところをきれいに削り落として、できるだけね溶接目というのが出ないような感じできれいなパイプにしようという感じで今削り落としてます。これもこのグラインダーもだいぶ古いグラインダーなので結構ね音がすごいんですよね。ただどうせだったらしっかりとしたマフラーをねせっかく依頼いただいたんで綺麗な溶接目になるよ、綺麗な溶接目になるよっていうか溶接目ができるだけね目立たないようにして、作っていこうという感じでやっております。もう本当に溶接がモリモリになっているところはもうずーっとあてがって削り落とすような感じなので非常にですねこれは地味な作業なんだけど大変な作業です。でも正直これやってて楽しいですけどね。マフラーは溶接最近結構ハマってて自分のマフラー作ってからなかなか楽しくなったんで視聴者さんのマフラーも作ってあげられることができればなと思って、引き受けるようにしました。こちらまだまだね視聴者さんの依頼なんかも引き受けておりますのでぜひご依頼ください。そして飛び飛びで申し訳ないんですけれども一応取り付けてる段階なんですけども一応これが溶接をしてその後にグラインダーで削り落としてそれでですね次のメインのパイプをどうやってつけるかというのを検討している最中です。だいぶ溶接目は綺麗になったかなと思います。ということで突然日が変わってしまいました。残念ながらですね昨日撮ってた動画が全部撮れていないという大アクシデントがなってしまいまして、この動画はねなんとか配信したいなと思いましてちょっと撮り直してます。そしてですね前回昨日までは溶接してレイアウト決めて溶接してグラインダーで削ってという感じでやってたんですけども、あれからですね削った後に排気漏れがないかのチェックなんかもして、それからマフラーの出口の部分を耐水ペーパー80番から削っていって、それからですね最後にフェルトで緑の棒があるんですけども研磨剤がそれをつけて艶を出したということで艶を出して、そしてその手前に関しては耐熱黒の塗料で塗装をしたという感じになってます。溶接の溶防が溶かされているので、その溶防からは錆が発生してしまいますので、そこに関しては黒の耐熱塗料で覆いました。そして今この後ろに見えているものがマーブラックが作ったワンオフマフラーということになります。ご覧ください。まずはですねこの純正の中間パイプがあって、それから依頼者さんのこの柿本のステンレスの太鼓があります。そこからアクスルの上を通って、ここが私の作ったマフラーです。これはもう本当パイプだけ、フランジとパイプの溶接だけだったんで、非常に作業自体は楽ではないんだけども、作りやすい形状の、ここね、ワゴン R ってここのパイプが短いんで、すごくね、レイアウトが限られちゃうんで、なかなかそこは難しいんですよ。頭使わせられるっていうレイアウトになってますね。排気干渉とかもできるだけ作りたくないんで、なだらかにね、出口を持ってきたかったんで、そしてここから、だいぶね、溶接目なんかも消えたと思います。グラインダーで一生懸命削ったんで、そこからこうやってきて、で、ここが例の言ってた、ほら、これ見えるでしょ。これだけね、メッキがけました。メッキがけたっていうか磨き込んだんでね、だいぶ銀ピカになってます。それから、出口は、ここの今汚いのは磨き粉がね、飛んでるんで、また納品するときには綺麗に洗おうと思ってます。出口の出面はちゃんと、この切りかきのところに合わせて作りました。マフラーってある程度走行するときこうやって揺れるんで、縦にも横にも揺れるんで、一応その部分のクリアランスは確保してます。そして、これ、それでも当たっちゃうっていう人なんかは、これはマフラーの問題というよりも、出口の、ここのですね、マフラーブッシュが純正のってやっぱ結構柔らかいんですね。なので、車外の強化版のマフラーブッシュに変えると、このマフラーの揺れもかなり軽減されて干渉しないっていうのもありますので、もし当たっちゃうっていう方なんかは、それに交換するといいと思います。はい。そして肝心要の依頼者様からの
オーダーは、このバンパーとの面ということで、一応ね、この一番後ろの部分と面になるような感じで、出口を作りました。どうでしょうかね。こんな感じで。一応ね、引きで見ても、こんな感じでね、結構なんか音でかそうなのかなと思いきや、意外に静かです。これはもうワゴン R の出口の部分って、消音器も全部ついてないんで、その手前のところにね、消音器がついてるんで、この出口の部分に関しては、もう本当柿本そのまんまの消音機能となってますんで、音量は全く変わりません。いいなぁ、酔いしれるな。やっぱこのワンオフで作った時のぴったり感がね、最高の仕上がりですよね。はい。こんな感じでなってます。はい、ということで、マーブラック、ワンオフマフラーの制作依頼ということで、ワンオフマフラーを作りました。これですね、依頼者さんからは出口だけということだったんで、出口をね、作らさせていただいたんですけども、正直、フロントパイプからでもがっちりと作れます。ただ、私もプロじゃないんで、プロのような綺麗な溶接とか、そちらを求めるんだったら、プロの方で依頼された方がいいと思います。私、プロじゃない分、プロの方とは違う料金でね、控えめなお値段って言ったらいいかな。そちらでやらさせていただいてますんで、ワンオフマフラーってなるともう本当何十万の世界とかになっちゃうんですけども、内容によっては言っちゃうかもしれないけども、フロントパイプからとか言ったらさすがになっちゃうかもしれないですけども、この出口とかだったら、本当数万円とかで全然できますので、ぜひね、この出面をちゃんと調整したいという方なんかいらっしゃったら、ライトなワンオフから結構、ワンオフマフラー屋さんってこの出口だけとかって結構嫌がるところもいらっしゃるんですけども、私は出口だけとかでも、中間からとかでも、フロントパイプからとかでも全然作れますので、もしね、マフラー作らせてやろうかなという方がいらっしゃいましたら、作業依頼の方お待ちしております。またマフラーのワンオフ製作だけじゃなくて、メンテナンスから、チューニングからカスタムから、洗車から、全体的な作業の方受けられますので、ぜひね、マブラックにやらせてみようかなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、概要欄の方から DM とご意向いただければと思います。これで依頼者さん喜んでくれるといいなと思います。はい。はい、ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただいて、マーブラックの不定期な動画の配信を通知でお知らせすることができますので、ぜひとも通知をオンにしていただければと思います。最後にお知らせ1点なんですけども、前回大変好評でした。こちらのね、マーブラック乗り物 TV カーミーティングということだったんですけども、前回ゴールデンウィークにやらさせていただいたんですけれども、次回はね、秋頃言ってたんですけども、大変好評のようなので、正直台数どれぐらい集まるかわかりません。ただ、マーブラック乗り物 TV カーミーティング第2回は8月13日日曜日に行いたいと思います。はい、ということで、視聴者の皆さん、台所の奥さん、8月13日日曜日、時間を空けといてください。ご予定がある方に関しましては無理には、来てくださいとは言いませんので、一緒にね、みんなのワゴン R とか、それ以外の車両なんかでも全然構いませんので、ぜひ会場にお越しいただければと思います。詳しい場所や時間に関しましてはまた今後の動画をね、お見逃しなくご覧いただければと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。それではまたお会いしましょう。さよなら。